世界中で引っ張りだこの BTS。いつもニコニコと愛想が良いメンバーですが、そのスケジュールは過酷に違いありません。激しいダンスが多い BTS は、ステージ後にメンバーが倒れてしまったなんて噂も。倒れてしまうほどハードだとアーミーとしては心配ですよね。一体どんな風にスケジュールをこなしているのでしょうか。今回はステージ後に倒れてしまうほど過酷な BTS のスケジュールについて迫ります。疲労によりステージ後の疲れ方がやばい BTS のステージで盛り上がるのがやはり迫力のあるダンス。全員がレベルの高いダンスを披露しながらも完璧に歌い上げる姿はまさに脱帽。基本的に超絶ハードだと言われている BTS のダンスはアップテンポで高いエネルギーが必要なだけでなく、伝統的なダンスの動きも取り入れられているため、柔軟な動きも必要なんだとか。確かに BTS のダンスはキレキレのかっこよさとしなやかな美しさを兼ね備えています。目を奪われるほど魅力的ですが、当然パフォーマンスするメンバーの苦労は計り知れません。ただでさえゆっくりと休む暇もない BTS。こんなハードなステージや練習を日々重ねていると思うと、体調や怪我が心配ですよね。BTS のメンバーは努力家なので、アーミーに最高のステージを見せるための練習にも余念がなく、休む時間が圧倒的に働く時間よりも短いことが推測されます。さらに、ステージではテンションが上がってアドレナリンが全開になるでしょうから、終わった時はその分多くの疲労感に襲われるのではないでしょうか。多忙なスケジュールの影響で口内炎ができたというテテに、他のメンバーからは心配する姿や口内炎に関するアドバイスをする姿が見られたことも。大規模イベントやツアーが中止されたコロナ禍であっても、ダイナマイトやバターが大ヒットし、楽曲制作やオンラインコンサートに SNS とアーミーとの時間を大切にしながら躍進している BTS に休みをあげてほしいと気遣う声も上がっています。倒れてしまうことも。2019年に4日間行われたワールドツアー Love Yourself では時折体調が悪そうだったテテ。香港での最終日パフォーマンス中にテテが座り込むシーンもありました。なんとかステージを終えてアーミーに挨拶するとき、ついに膝から崩れ落ちそうになってしまいます。じんと RM の肩に腕を回していたため倒れずに済んだものの、2人に支えてもらいながら辛そうな表情をしていました。前日にはアーミーに心配させないように元気な姿をツイッターに投稿していましたが、おそらくかなり無理をしていたんでしょうね。この時のことを RM はとにかく飛行機の時差が辛かったと明かしています。移動の間ではゆっくり休めませんし、慣れない国での打ち合わせやリハーサルととにかく休む暇がなかったため、メンバーには疲労が蓄積してしまったようです。テテが倒れる前、2017年に開催したワールドツアーではジョングクが倒れたと話題になりました。ステージ裏では酸素呼吸器を吸いながらステージに挑んでいたようです。その事実は後日、ステージ裏の映像が解禁されてから発覚し、倒れたことに関してチリは次いつ来られるかわからないし、コンサートは2日間しかないから体力が限界を迎えるまでやり遂げたかったと語ったジョングク。ジョングクの高く厳しいプロ意識にネット上では称賛や感謝、そして心配の声が多く寄せられました。アーミーのために頑張ってくれるのは嬉しいですが、無理をする姿を見るのは辛いですよね。また、2019年に開催されたソウルミュージックアワードでも、ジョングクは明らかに体調が悪い様子を見せていました。それでも、精一杯、礼儀正しく振る舞う姿は、当時話題に。BTS メンバーが受賞コメントをしている間、腕や頭をだらりと垂らしてうつむいたりふらついたりしていて、隣に立つジンも、その様子を心配そうに見つめていました。
その後パフォーマンスが終わり、ステージが暗転した途端、ジョングクは倒れ込んでしまったようです。テテやジョングク以外のメンバーも体調不良を起こしたことがありますし、ステージが終わった後のメンバーの疲労感は一目瞭然。それだけ BTS の活躍が過酷なスケジュールの上に成り立っていることがわかります。心を痛めたアーミーからは、体が一番大切だと次々に心配の声が上がりました。それでもいつも感謝の言葉を口にする愛情深い BTS。最高のステージにするために日々の休養もしっかりと取れる環境になってほしいですね。ほとんど韓国にいないハードスケジュール。コロナ禍になる前、ワールドツアーで世界中を飛び回る BTS は、自国韓国に長くいられないほどのハードスケジュールでした。2017年には、アメリカやアジアの20都市でツアーを開催し、翌2018年には、アメリカとヨーロッパで、たった2ヶ月の間に22公演を開催。その後、さらにアジア公演が追加され、計20都市41公演に。その間にも、韓国で授賞式やサイン会、MMA 授賞式、撮影、MBC 歌謡大祭典に出演して2018年を締めくくっています。文字を通して読んだだけでも、まさに目が回る忙しさ。韓国に滞在する短い期間もスケジュールがみっちりで、なかなかゆっくりと休む時間が取れなかったようです。疲労がたまるのは当然ですよね。2019年には、ようやく約1ヶ月間のまとまった休暇が取れたことで、寂しいながらも安心したアーミーも多いのではないでしょうか。長期休暇は、デビュー以来、これが初めてのものでした。ちなみに、休暇中にもかかわらず、メンバーは、それぞれ SNS を更新していたので、アーミーに寂しい思いをさせないように気遣っていたのかもしれませんね。BTS にクリスマスはない。そんな過酷なスケジュールをこなす BTS には、もちろんクリスマスもありません。映画、ブリング・ザ・ソウル、ザ・ムービーでは、ワールドツアーを終えて、疲れ果てた BTS メンバーの姿が率直に映し出されています。その時に、クリスマスは僕たちにはない日だと、心境を吐露したシュガ。全員が憔悴し、声も満足に出せないような状況に涙を流すアーミーもいたのではないでしょうか。辛いのは仕方ない。僕らの苦労と観客の熱狂は比例するんです。苦労するほど盛り上がる。それなら苦労するしかないと問い。エクボで語るナムジュンさんは偉大だった。まとめ。どんなに過酷なスケジュールで疲れ切っていても、アーミーのために全力でパフォーマンスを続ける BTS。以前 RM は、あなたの夜を照らす明かりのような存在になりたいと語っています。常に努力して最善を尽くしているからこそ、一回一回が最高のステージとなり、アーミーはもっともっと BTS を応援したくなりますよね。それでも、やはり体は大切。BTS のメンバーには、自分を大切にしながら、これからもどんどん活躍してほしいですね。